はい、こんにちは。今日はですね、中国の広州にあるパワーメーターブランド XKD の本社に来てます。今回はパワーメーター作りの裏側について見ていこうと思います。じゃあ早速入っていきましょう。Hello. This part is for warehouse. Yes. はい、ここが技術部開発室ですね。今なんかパワーメーターの開発について設計についてディスカッションしてます。奥には実験用の机がありますね。なんか実験室みたいになってます。大量の資材とか、あとパワーメーターが床に積み上がってます。本当にここでパワーメーターが開発されている最前線ですね。でここが開発用のR&D を行っている部署で6名いるみたいです。これが多分精度を検査するための装置ですね。こういったスプロケットで駆動してパワーメーターの測定値を比較して精度が正しく出てるかっていうのを検査する装置ですね。でここはXKD のパワーメーターのスパイダーの環合部の形になるようなアダプターが装着されています。この装置を使ってリアディレイラーが変速した時にチェーンラインが変化しても測定値に精度に影響がないかっていうのを検査しているそうです。でこれが実験用のクランクアームの種類が一通り揃ってますね。クランクによってスパイダーの環合部の形状とかが異なるんで一通り揃えてどんなクランクと組み合わせても規定の精度を実現できるようにしてるみたいです。これが XKD のスパイダー型パワーメーター X パワー S です。スパイダー部分でクランク軸にかかるトルクを測定してパワーを計算します。試験用のパワーメーターの一部がここに並んでます。でパワーメーターのスパイダー部分の内部はこんな感じの構造になってます。パワーメーターのスパイダーアームの中身なんですが、これが切削したスパイダーの構造体です。でご覧のように中と外は一体じゃなくって間に溝が切ってあってこの4本の部材で内側と外側が橋渡しされています。でこの橋渡しされている部分に歪みゲージ変異を測定するセンサーを装着します。でこれは片側に4つで裏側にも4つ貼り付けて XKD の場合8つのセンサーで歪みを計測します。で各センサーのその変形の値をこういった電子回路で処理してアントプラスや Bluetooth でサイクルコンピューターに送信するという仕組みになってます。でこのセンサーの配置方法とかこの構造自体の精度で最後にこの回路のノイズ処理とか計算っていうところでパワーメーターの精度が決定されます。でここがファクトリーです。ここで実際のパワーメーターの生産が行われています。こんな感じでね、皆さん机のブースに座って作業を行ってます。各工程見ていきたいと思います。まず最初にエングレービングって書いてあるんですけど、ここでやっているのはパワーメーターのスパイダーアームの下処理です。最初に入ってくる入荷されるスパイダーアームの状態っていうのは全体にアルマイトがかかっているんですが、これの一部をこのようにアルマイトを剥がしてアルミの素地を出してやることでこの後の工程で確実に歪みゲージを貼り付けられるようにするそうです。加工後はこのような感じになります。でここが次の第2工程です。パッチエリア、貼り付けって書いてあるんですが、ここではパワーメーターの心臓部である歪みゲージの貼り付け作業を行っています。手元はかなり細かい作業になるんですが、
歪みゲージを正確に規定の位置に貼り付けしています。XKD のこのタイプのパワーメーターの場合、1つのパワーメーターに対してこの歪みゲージを8枚貼り付けています。こういう歪みゲージの貼り付け、結構技術とコツが必要なんですけど、さすがに手慣れていますね。でここでは電子回路を歪みゲージと接続する作業をしています。取り付けた電子回路に歪みゲージの配線をハンダ付けしていきます。取り付けた後はこんな感じのテスト装置でちゃんと接続されているかをチェックしてますね。ちなみにこの手前の配管はハンダ付けの時のガスを吸引するためのダクトですね。ダクトは天井まで行って外に配置されてます。で次のテーブル、ここでは先ほどの実装した電子回路にファームウェアを書き込むためのベンチです。ここにパワーメーターのスパイダーをセットしてファームウェアを内部のロムに書き込みます。スパイダー式のパワーメーターについてはカバーを貼り付ける工程があります。むき出しだった電子基板を保護して防水するためのカバーを接着して、ちゃんとその隙間は漏れないようにシーリングされています。で接着後こんな感じのクランプで挟んでやって確実に隙間が埋まって接着されるように保持されます。ここは別のタイプのパワーメーターの組み立て工程で、クランクアームに貼り付けるタイプのパワーメーターをクランクに接着して固定している場所になります。自動的に接着剤が塗布されていて、で手作業で貼り付ける形になります。ちゃんと貼り付けた後は綿棒ではみ出た接着剤を拭き取ってから固定して、で先ほどのテーブルに並べていっています。ここはキャリブレーションを行っている場所です。どうしてもパワーメーター個体差とかによって測定値に差が出てしまうので、このテーブルでそのキャリブレーション作業を行って、どのパワーメーターでも同じ測定値が出るように調整を行います。方法としてはチェーンをかけて 20kg の重りを持ち上げて、その時にこのスパイダーアームにかかっている力変異を合わせ込んでやるっていう作業になります。パワーメーターによったらこういうキャリブレーション作業実は個人でできるようなものもあるんですけど、より確実に効率よくできるような装置が使用されています。クランクタイプのパワーメーターのキャリブレーションはこんな感じの装置で行います。これもクランクのアームの先端にペダルの軸の位置に重りを吊り下げて、変異量と実際のパワーの測定値を合わせ込みます。これが冷蔵庫なんですけど、ここで温度の補正を行っています。一定温度にして測定値に変動がないかを見てます。16? 温度はマイナス16度に設定されてます。でここは出荷前に充電する場所です。でパワーメーターのバッテリーを充電しておくためにここに並べられた製品について大量のケーブルがつながってます。これだけのパワーメーター同時に充電することって多分個人レベルではないと思うんですけど、すごいですね。めちゃくちゃ USB ポートがある USB-AC アダプターがあります。でここが防水テスト用の水槽です。
出荷前に全てのパワーメーターについて水槽の中に2時間沈めて浸水がないことを確認してから出荷されます。会社を見学した後は社長さんや開発の人たちとの席を設けていただいてパワーメーターの技術的な質問をして答えていただいたり、テストで使った XKD のパワーメーターのフィードバックをお話ししたりしてました。言葉が通じないんで片言の英語と翻訳アプリ頼りでしたけど、パワーメーターを開発している方と直接話せることってめったにないんで、すごく貴重で楽しい時間を過ごせました。はい、ということで今回は広州に拠点を構える XKD のパワーメーターの開発と生産現場を見てきました。実際ね見てみるとちゃんと開発もやってるし、製造に関してもかなり真剣に品質向上に取り組んでるなっていう印象でした。今まで XKD といったらアリエクスプレスで売ってる格安パワーメーターっていう印象があったんですけど、これから製品としての信頼性、精度をやっぱり重視していくって社長さんもおっしゃってましたし、これから伸びていくことが期待できるブランドかなと思います。ちょっとね工場見学終わった後食事しながら何時間も話し込んじゃってもう完全に夜になっちゃいましたけど、後ろには甲州タワーがあってもうキラッキラに光ってます。はい、ということで今回の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。社長さんありがとうございました。Thank you. ありがとう。You're welcome. Yes, bye. Bye.